ませ、こんにちは。おい、白いですね。はーい。最高っすね。もうもつがかなり大ぶりでプルプルで、もうボリューム満点です。名前もいいよね。縁ってさ、縁を結ぶじゃないけど。ご縁ですよね。そういうのをつながりを大事にしたいから、ご縁に感謝。はい、どうもありがとうございます。お願いします。お願いします。自転車出勤なんですか。そうなんです。近所なんです。あ、そうなんですね。お願いします。よろしくお願いします。これトイレなんですね。トイレなんです。怖いな。本当だ。失礼します。秘密基地感があります。お願いします。お願いします。お名前とちょっとご年齢をお伺い。私、はい。高橋美穂です。高橋さん。ああ、はい42かな。42歳。 42歳です。独身の時はずっと飲食のキッチンで働いてて、結婚して子供育てるんで辞めてたんですけど、保育園入れるようになってから給食センターに行ったりとか、その後デイサービスの厨房の責任者みたいな。仕込みの流れを伺いたいんですけど。月曜日はいつもと違うんで、土曜日に作ったものを日曜日は寝かしているものをこう移して、そこから始まりますね。これが土曜日に作ったやつですね。月曜日のもつ煮は結構ね、一晩寝かしてるんでうまいんすよ。味がしみしみ。いつ晩寝かしてるのか、土曜日だから土日月だからね。すごい量ですね。これでも少ない方です。今夏場は70人前ぐらいか。70人前だと何キロぐらいに持つの？もつは15キロ。これが1日分。そうです。冬場がもつが20キロ。だいたい100人前。冬のがやっぱ多いですね。今はね、やっぱオフシーズンなんで、冬がうまいイメージある。そう、冬がやっぱりよく出るっていう。料理のことは好きでしたね。作るのが好き、作るのも好きだし、接客もそうだし、メニューを考えたりとか、なんか開発系も好き。なんすかね、もつね。なんかもつ煮やってないから、流行んじゃねえかなとか、なんか根拠が全然全くないですけどね。自分のお店を持ちたいっていうのはずっとあったんですか。それはありましたね。どっちかっていうとこう雇われるよりもこう、そう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 。こっちが、雇われるのは多分私向いてないと。なんか言うこと聞かなそうっす。ああ、よく言われる。変人だって言われる。いい意味で。ぶっ飛んでるとか言われる。はい、まさに。でぶっ飛んでないとできないですもんね。まあそうですよね。めちゃくちゃおしゃれですね。ね、リオンさんの。そうですか。金がお好きなんですか。あ、金好きですね。うん。シルバーより金ですね。ゴールドですね。今日来るといいですね、お客さん。ばらつきはめちゃくちゃありますね。月曜日も混む人、超暇な人、よくお客さんに何曜日なら空いてるとかって言われるけど、いやー、その時によってみたいな感じなんですよね。読めないですよね、なんかこういう商売。お客さんでいうとどういった方が多いんですか？やっぱもう働いてる方、お昼ご飯ですよね。
職人さんも多いし、サラリーマンの方、近くにパイオニアさんがあるんだけど、オープン当初から来ていただいたりとか。パイオニアってのは音響のですか？あそこ、大きい昔。今日は何号準備されるんですか？大体平日は全部で3章、30号。米も値段がすごいじゃないですか。去年はね、大変でしたね。今年の目が。そうでもね。今年はまあ、ただ値段は高いままですよね。もう下がらないでしょうね。オープン当初よりやっぱり原価っていうのはじゃあやっぱ全然上がってますね、やっぱり。お米、その知り合いの農家さんの方から、やっぱ直で取引させてもらってるんで、どちらで取れたお米を使ってるんですか？川場のその辺。マジですか？あっちの、野田とかある方。評判いいですか、お米は？まあでもやっぱ農家さん直だからやっぱ全然これで違いますよね。これは大腸です。生もつです。これで何キロぐらい？これで10キロ。それを今から切ります。すごいですね、繋がってますね。何センチ角ぐらいにこれ切ってるん10ですセンチぐらい。アバウトだけど、だいたい10センチ。これがだから縮むってことですね。溶けちゃうっていうか、なんつうんだろう。ちっちゃくしちゃうと細かくなっちゃうと崩れちゃう。一人前に大体もつってどれぐらい入ってるんですか300から400とかかな。めっちゃ入ってるじゃないですか大根とかもね、大きいからうちもつだけだとどんくらいなんだろうね。測ったことないや。400ぐらいは入ってると思う。これあえてその大きくしてるのが理由があるんですか？なんかボリューミーな感じ、食べ応えがあるっていうか、こまごましてたら面白くないっていうか。お世話になります。すみません。すすいません。みません。どうですか、実際にこう家庭との両立というか。自分で好きにやってますよあの人の方針でやってますから好きに、まあ頑張り屋さんですよ。買い出しだけお母さんと。お母さんが、あ、お母さん元気ですお母さん71かな。縁っていうお名前の由来を聞きたいんですけど。由来はい。はご縁の縁。なんでこのご縁の縁。縁に恵まれてるというか、縁を感じることが多いので、ご縁の縁。あとこういうなんつうの、まあ縁、つながりみたいな感じかな。ご縁に感謝。おはようございます。おはようございます。ねぎらいさんです。お、ねぎらいさん。ありがとうございます。またお願いします。日本一種類の豊富なもつ煮屋さん、そこが売りなんで。普段から料理ってするんですか？もちろん娘と息子はもう出ちゃってます。今年22と21か。このお店ははい。誰が継ぐんですか？あ、継ぐの？継ぐ人はいないんじゃないか。今フランチャイズの方話進めてて。あ、これですよ。そうで1店舗決まったんで。どこですか？富士見のララポートの近く。
今埼玉が結構もういっぱい問い合わせが来てるんで、埼玉以外の方募集してます。使ってくださいとかこちらまでお願いします。サイトは作ってないです。うちのもつ煮が好きな方にやってもらいたいっていうのがあるので、こだわりじゃないですけど、うちのお店に通ってくださるお客様からこうご縁ですよね、そういうのをつながりを大事にしたいから。もつ煮を作る上で一番難しいことって何なんですか？毎日味が違います。野菜のこの質、大根とかの質とか、お野菜の甘みってあるじゃないですか。玉ねぎとかもつも結局その豚の個体によって脂の乗ってる時と、こうちょっとあんまり脂の乗ってない大腸っていう日があるので、その日によって全然味が変わってきます。それをやっぱり一定にすることが難しい。ノウハウをじゃあ全部フランチャイズ入ったら教えていただけるってことで。そうですそうです。煮崩れしないように大きく。辛いなみたいなとこないんですか？ブライナーはあんまないけど、休めないから体調管理とかにはやっぱ気をつけてはいますよね。お店開けてないから100人前1人仕込んでるってことですもんね。そうでしょ。お店って週休そうです。週休日曜日だけができる。お店はあれですか、自作というか。これプレハブですね。プレハブ。そうですよね。一緒にこう仲間でこう作ってみたいな感じですか？そうですね。前やってた居酒屋さんの時の常連のお客さんが職人さんが多くって、でその職人さんに作ってもらいます。1000万弱じゃないですかね。借り入れしてとか自己資金でとかは？借り入れ借金っすね。お店が5月で303年だったんで、はい。3年前ですね。39とか。そうだね。なんでそんな挑戦ができたんですか？子供が巣立ったっていうのが一番大きかったかな。もうあと自分の人生だから、残りの人生なんか好きなように楽しく生きられたらなみたいな感じかな。失敗したらどうしようみたいな不あ安とかって。りますよ、ありますあります。そんなありましたのありますよ。失敗したんだから、一応大型免許持ってるんで、なんか長距離とかやります。もう不思議ですよね。こう自分でやるっていうのって強くなるみたいな強く感じですかね。なる、超強くなる。最初から強そうですね。ですよ、全然だよ。もそうなんですか？う本当に超なよなよっていうか、メソメソっていうか、やっぱいろんな経験したんで。ネギ切りすぎて手が腱鞘炎なんですよ。ネギ切りすぎて。ネギ切りすぎて。どれぐらいくらいですか？一日。1日1キロ、1キロ。多い時で2キロぐらい切っちゃうの。機械に頼ったりしないんですか？いや、手切り美味しいっすよ、やっぱり。ネギってなんか不思議と。これでずっと臭みを取ります。3時間茹でます。味噌、醤油。それ塩です。おお。おすすめのメニューをお伺いしたいんですけど。おすすめはこちら、柚子醤油となってますね。はい。人気があるのはやっぱ定番の味噌が人気です。で、常連のお客さんは絶対大体塩とか食べたりしますね。やばい。影響力。コーティングするために炒めたい。安めに使って。
月替わりの限定があるんですけど、はい6月はアサリのグリーンカレーもつ煮っていうのをやったんですけど、たまたま今日から新しいのが始まるんです。おこちらマッサマンカレーもつ煮でございますね。マッサマンカレーもつ煮、マッサマンカレーとは濃厚なココナッツミルクの甘みと確かようなスパイスの芳醇な香りが融合したはい、こちら。チャット GPT が出て中華麺とかうどんとか書いてあるのはこれこれはもつ煮につけて食べる感じ、つけ麺みたいです。そう結構頼まれる方多いですか？ああ、うん、ライスと中華麺食べる方もいますね。で全部単品になってるんで、例えば味噌煮とライスみたいな定食みたいにしたい方はおしんこ味噌汁みたいな、そんな感じで買っていただき、あとねもつ煮大盛りもあるんで、大盛り気になったんですけど、確かに結構量あるんですよ。ああもうボリュームありますね。ポップがいっぱい後ろにあるじゃないですか、あそこら辺に。ちょっと一番変化球で一番おすすめあれば。私塩レモンが好きです。私は爽やかな感じ。そうですね。あと辛いのがやっぱ好きな方も多いので、この青唐とか辛辛味噌、あと梅かつおも結構さっぱりしてて美味しいです。全部おすすめです。あ、まあ今俺もありがとうございます。はい。ありがとうございます。おすすめあります？おすすめ？おすすめはやっぱゆず醤油ですかね。営業所頼んでもいいんですか？すいません。あ、そう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 、うん、全然大丈夫です。はい。ワンオペであれですか？あ、もう全部やってます。これも売ってますよね。オリジナルのね、魚粉唐辛子って川越で有名な轟屋さんとコラボして作らせてもらいましたね。今日はどちらから来られたんですか？川口の方から。こちらは初めてで YouTube とか、まあ、いろんなメディアを見て一番やっぱ有名店さんだったんで、もう来てみたいと思ってます。やっと休憩しましたね、高橋さん。何飲んでるんですか、これは？お茶です。お茶。お茶です。うん。あー疲れた。いつも無言でやってるんで、なんか楽しいですね。本当ですか？ありがとうございます。景色がすごい綺麗ですね。そうですね。雑草だらけですね。これここも全部自分たち貼るんですよ。これで。つって。今日は何時起きなんですか6時半ぐらいかな。で、9時から出勤。そうですね。何時まで働くんですか？早いと3時で終わっちゃいます。3時には帰れます。 9時からじゃあもう3時までずっと立ちっぱりずっとそうですそうです。休憩はなしで、昼も食べず、帰ってから食べる。帰ってからそうもう夕方早夕飯っていうんですか、4時とか5時とかに飲んでます。じゃあこの一服の時間とお茶飲む時間がまあ休憩時間。そうですね。そう全部一人やけんね。うん。これ最終チェック。どうですか今日？バッチリですね。何の作業が一番一人やって大変ですか？洗い物混んじゃうとやっぱ溜まっちゃうんで、そういう時は焦ります。さすがにテンパる時はテンパりますよ。顔には出さないですけど、結構内心があーみたいになってる時ありますね。
ね。はい、味噌と塩ですね。ライスは普通でいいですか？はい、奥カウンターどうぞ。前から失礼しますね。ライスになります。味噌ですね。はい。おい、すみません、塩になります。はい、お預かりしますね。いらっしゃいませ。こんにちは。今日はこれはちなみに何と何を、これは味噌もつ煮と塩もつ煮をいただきました。どうですかお味は？最高っすね。止まんないっす。もつがかなり大ぶりでプルプルで、もうボリューム満点です。はい、ありがとうございます。そのままで大丈夫ですよ。お疲れ様です。はい、どうもありがとうございます。またお待ちしてます。どうですか？うまかったっす。来てよかったっす。ちょっと遠かったっすけど、最高でした。お腹の具合とか。いやーもう満足です。2つ頼まれたじゃないですか、どっちが美味しかったとか。やっぱ味噌ですかね。最初に食べた時の甘みというか、大根もトロトロで、もうもつなんかもうトロトロだし、なんか箸で持ったら崩れちゃうし、大きいし、もう抜群でした。また来たいと思います。ありがとうございます。ライスは普通でいいですか？大盛りで。大盛り。はーい。いらっしゃいませ。こんにちは。ライス大盛りですね。はい、味噌になりますね。パラパラ味噌の大盛りになりますね。はい、しかもね。はい、ライス大ですね。はーい。はい、お願いします。はい。ライス2つと大盛りで。お待たせしました。3種盛り次いきますね。塩、味噌、醤油ですね。はい。これはいいよね。ネギでくんだよ塩大盛りで。大盛りですね。はい、どうぞ。あ、お姉さんも大盛り食うんですか？大盛りにしといて。こんないっぱい食べれないよ俺。いや、多分食べれますよ。マジで？ご年齢とは聞いてもいいですか？おいくつですか？66。すごい。で柔らかく。都内の方が。西の方なんだ。意外と遠いんだと思う。うん、美味しい。これは今日何をこれ注文されたんですか？3種類。3種盛り。これ3種類と3あるじゃないですか。うんこう一番おすすめのお味があれば聞きたいんですけど。あやっぱ味噌だよね。やっぱ味噌。味噌。食べるんだと思って。うんうん。うん、普通だよね。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。美味しかったです。美味しかったですかそれでまた来ます。うん、名前もいいよね。縁ってさ、縁を結ぶだよね。けどさ、はい全部食ったんですか？全部うん3種類のね。マジっすか？うんまだー、まだ食べられるけどね。大食いってことですか、お父さん。大食いではないけど。ありがとうございます。はい。さらし上げた。はい、決まりねー。こんなでかいんですか？大盛り。そうそうそう。そう、何グラムあるんですか？グラムかかったことない。何グラムなんだろう。
限定マッサマです。はい、すいません。味噌になりますね。あっちで気をつけてください。はい、どうぞ。こういうほどになります。ありがとうございます。初めてなんです。はい。いつも撮ってて、販売とかでお店終わっちゃってるんで、初めてでやってたのでやってみました。なるほどっすね。何をこれ頼まれたんですか？もつの味噌です。はい。おうどん頼んでるじゃないですか。はい。これはどうやって食べるんですか？つけていただいてます。どうですか？美味しいです。美味しいですか？はい、美味しいです。すごい柔らかいです。初めて食べました。こんな柔らかいもつ。ありがとうございます。ありがとうございました。もう一回リピートありですか？はい、また来ますよ。美味しかった。が絶妙に染み込んでて、絶対巡り合えないもつ煮の味だったんですね。食べてってください。何が？失礼します。ありがとうございます。ネギ増し。はーい。そうです。はい、どうもありがとうございます。おいしいおネギ増しですね。はい、どうぞ。はい、すいません。お皿入ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかった。またお待ちしてますね。はい、どうぞ。もつのお味はいかがでしょう？めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。第一陣終了みたいな感じですよ。そうですね。5秒ぐらい作りません？なんかああ、5秒だった数えた券売機のチラチラ見てるのはあれ何してるんですか？ああ、もうだからボタンを見てる。どこ押すのかなっていう。味噌をしたらもう味噌を入れ始める。いやめっちゃ見てるなと思って。ああ、そう見てます。あれはそれを見てるんですね。そうです。何をあれする。提供を早くされてるのはこれあえてそうやってされてるんですか？早い方が良くないですか？めちゃくちゃ個人的には持ってます。まあその後塩もつに。はーい、お預かりしますね。ライスは大盛りにしますか？はーい。はい、すみません、お待たせしました。ライス大盛りですね。こっちが味噌で柚子醤油塩ですね。はい、どうぞ。これお持ち帰りです。群馬のなんかもつ煮のテレビでやったんですけど、そうテレビで、塩や。結構よく聞いてますね。やばい。影響力。影響力。コーティングするために炒めたり。安めに使って。いいのと思うと全然効果に出して形で熱いに気をつけてくださいね。うまっ。さ
3種になります。大変お待たせしました。完売ですか？あともうちょっとしかない。塩は？塩はもうとっくに完売。醤油も終わっちゃってる。味噌があと1人前か2人前ぐらいしかないです。今日は朝100、大体100人前ぐらい用意される。今日は、平日だから夏場だし70人前ぐらい。あ、じゃあ今日は来店が70人。70人まではいかないんじゃない？多分。ほら、もつ煮大盛り頼む人とかもいるから、そうすると倍ぐらいの計算になっちゃうから。大体こういう日だと売り上げとかどれぐらい上がるもんなんですか？平日だと4、5万ってところかな。まあ全部売り切れた過程で5万、5、6万残っちゃう時もやっぱ日によってはあるので、結構そのコミュニケーションを取られてる印象があるんですけど、心がけたりされてますか？そうですね。それがやっぱ一番楽しいっす。顔見知りになってくると向こうも話してくれるし、でこっちも話すしみたいな。常連さんが多いめっちゃ印象だったんですけど。ああ、そうですね。半分ぐらい、半分以上なのかな。リピーターさんは本当多いですね。もう本当オープン当時から来てくださってるお客さんもやっぱり多いので、そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか？こんな感じで。はい。営業時間なんですけど、何時から何時でいつもあれなんですかね。11時オープンの売り切れ次第終了なんで、まあ残ってれば2時まではやってます。大体その売り切れる目安なんです。大体1時過ぎぐらい。その辺によって違うな。早ければ12時半で、遅ければまあ2時までやってる日もありますし、なんとも言えない。それはだからもう売り切れが怖い場合はもう11時に来ていただくのが一番ベストかなっていう感じ。今後の目標があればお伺いしたいんですけど。目標は全国に出店できるような、全国にこのもつ煮を届けたいなっていうのはあります。もつ煮嫌いな方もなんかうちのもつ煮は食べれるっていうねお客様がいらっしゃったりするんで、そんな人に食べてもらいたいですね。このメニューを食べてくるっていうのがあれば。うち特徴がやっぱ塩味噌醤油3種類あって、塩とか醤油っていうのは、メジャーなもつ煮ではないんですけど、魚粉を使ってるっていうのがやっぱ一つの特徴で、ラーメンでいうなんか武士系ラーメンみたいな感じなんで、醤油がおすすめかな。味噌にも入ってるんだけど、醤油の方が魚粉が引き立つっていうかなんで、醤油は食べてもらいたいですね。最後にいつも来られてるお客さんに一言もらえたら。一言ですか？一言で足りないですね。本当で常連さんに支えられてここまでねやってこれたなってすごく本当感じてますね。常連さんのお客様に飽きさせないようなもつ煮作りをこれからも頑張って一人ですけどやっていきたいと思ってますんで、はい、待ってます。ありがとうございます。